岡野の版画工房へようこそ。今日はリトグラフの技術編です。研ぎ墨コ社と文法銅製とシャルボネ製と3種類あります。ストーン社のリトクレヨン、シャルボネのリトクレヨン、三菱ダーマトグラフっていう、日本でも非常に手に入りやすい背の描画材です。コヒノールの 5.6mm の芯ホルダーですね。Amazon でも買えます。桜のソリッドマーカー。布書きペンの太字と細字。ウィリアム・コーン社リトクレヨンです。ナンバー1が一番柔らかくて、ナンバー5が一番硬いですね。SK 機。ベンガラですね。トレーシングペーパー。転写するときはボールペンを使うようにしてます。反下の紙でベンガラ転写紙。マスキングテープ。鉄の定規、金定規ですとカッターです。アルミーター。アルコールで大丈夫です。とりあえずじゃないね。アルミの板を切ります。で、アルミの板は、だいたい版画屋さんに売っていて、版画屋さんっていうのは、東京だと萩原一蔵商店さんとか、アートボックスさんとかが、そういう版を販売してくれます。電話番号と連絡先を載せておきます。すでにアルミの板を持っている人は、研磨屋さんといって裏研磨だけをしてくれる業者が最近は少なくなっちゃったんですが、まだあるかもしれないので、業者さんに確認してみると、安く版が手に入るかもしれません。これからアルミの板の方を切っていきます。で、アルミの板は、実は案外柔らかくて、カッターで切ることができます。大体が規格サイズ1000の800のサイズが多いですね。なんで、それを半分とか4分の1とかで切って、使ってるケースが多いです。その他にも、マサ版とか、特殊な、昔の印刷で適したサイズだと思うんですけど、そういうサイズも販売してますので、もうちょっと小さなサイズで手に入れると使いやすいかもしれないですね。今やってる通り、鉄の定規に大きいカッターの刃を当てて、何回かカッターで切り込みを入れてきます。アルミ板は研磨してあるザラザラの面を直接手で触れてしまいますと、油分が反応してしまいますので、表同士を組み合わせてカットするといいかと思います。今やってる通り、半紙と一緒に切ってしまうといいかなというふうに思います。数回切り込みを入れたら、何回も折り曲げたり伸ばしたりして、繰り返していくとパキンと切ることができます。そうですね。こういった保管するときも、表同士を組み合わせるように置くようにしてください。表面は触らないように。安心に間に紙が入っていると、紙が水分を吸ってしまって、その水分でアルミ板が反応してしまいますので、保管するときは表合わせにしといて、間に紙を挟まない方がいいです。ザラザラ同士を。角の部分が非常に鋭いので、ちょっと丸める意味で、ハサミで丸くカットしておくと怪我しないですね。普通のハサミで大丈夫です。アルミ板は素材として売れるものなので、ああいう風に切れ端みたいなものもまめに保管しておくといいと思います。版下を作っていきます。版下というのは、版画を作る前の下書きみたいなものですね。版画の場合は、実際に刷る紙と同じサイズに、その版下というのを書きます。その実際に刷る紙と同じ大きさの紙の中で、どの位置に、どのぐらいの大きさでイメージが入るのかってことも含めて、計画します。紙の大きさなんですけれども、版よりも一回り小さい紙がいいです。アルミの版よりも紙の方が大きくなってしまうと、版の裏側から水が出たりとか、版の上はインクがつかないんですけど、プレス機の上には汚れがついてしまいますので、その汚れが紙についたりしますので、版よりも小さい紙を準備するといいです。で、今ここに置いてある紙がその大きさなんですけれども、だいたい、版画っていうのは紙の大きさにいっぱいいっぱい、イメージが書いてあるわけではなく、マージンと言われる紙のちょっと内側にイメージ、外側に余白があるのが普通ですね。その余白のことをマージンと言うんですが、今回は 60mm で取っています。すべて同じ幅でマージン取る場合もあるんですが、大抵版画の場合はイメージの下側のところにサインが入るんですけど、サインが書かれる方だけマージンを広く取ったりすることも多いです。
あと、版よりも紙が小さくなる理由として、版画は一版で一色しか刷れないので、紙に対して常に同じ位置にイメージを刷らなきゃいけないです。で、そのために検討というものを、印をつけておくんですが、版よりも紙が小さいことにより、版に検討というんですが、印をつけることができますので、版よりも紙が小さい方が都合がいいです。枠が取れましたら、実際どういう絵にするかっていうことを、この版下に書き込んでいきます。今回は窓から見える風景を描いてみました。